こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のポジネガファンダチャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず全世界の仮想通貨系 ETP の年間フローが出てまして、2024年にはプラス441億ドルの純流入、過去最高更新したのが話題になっています。米国の ETF 取引開始の影響が大きいですね。ただ週間フローではマイナス 0.75 億ドルの純流出を記録しています。アセットごとではイーサ、国ごとではカナダの流出が目立ちますね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラス 7.6 億ドルの純流入となっています。あとはブラックロック待ちですけども、先々週と比べても流入量が大きくなっています。あとファンドごとでは先週のブラックロックの IBIT の週間フローが2週連続マイナス純流出となったのが注目されています。取引開始以来初の2週連続流出となっています。ビットコインの価格は現在10万1900ドルあたりを推移しております。発表された指標の方ではイスラエルの基準金利、米 PMI、米耐久財受注などがありました。米各指標は前回予想を下回る結果となってますけども、市場ではトランプ氏の動向が注目されてますね。まずワシントンポストの方からトランプ氏が各国一律の関税導入を検討するも重要輸入品に限定するようだという報道が出まして、当初市場ではトランプ氏の関税導入からの物価高、インフレが想定されてたんですけども、それが限定的になるんじゃないかという見方からですね、報道以降米ドル安、米金利下落、ドル円も急落した展開となりました。ただその後トランプ氏がこの報道を否定しまして、また米ドルが戻った展開となっています。米株各指数はナスダックが続伸となってまして、ドル円は158円突破、ビットコインは先週末から続伸して10万ドルを突破した展開となっています。個別株の方ではマイクロストラテジーが 1070BTC の買い増しを報告、マルホールディングスが 7377BTC を貸し出して数パーセントの利回りを稼いでいると発表したこと、あとはメタプラネットが1万 BTC 保有を目指すと発表したことなどが話題になっています。この中ではマイクロストラテジーの続伸が目立ちますね。一時300ドル割ってましたけども、現在は379ドルとなってまして、デイリーでもプラス 11.6% と比較的強くなってます。デリバティブ市場の方では先日先物のファンディングレートが 0.01 を超えたのが話題になってましたけども、現在は 0.0037 と落ちてまして、一時の強気から一旦落ち着いたと見られています。あとデリビットのオプション Y の方は1月20日のトランプ大統領の就任式前後でそれぞれ見解が分かれてます。これ見た感じだと1月17日満期は10万ドル以上に寄ってるんですけども、1月24日満期は10万ドル以下に寄ってる印象があります。その後はまた10万ドル以上に期待するようなポジションになってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 16.9%、額としては649億ドル相当と先週末から急増しています。比率としては全体ではロングが 52.1%、マイナス意味はショートが 56.2% と上売りになっています。今後の指標としては1月7日にユーロ雇用統計11月、米貿易収支11月、1月8日に米ジョル月人件数11月、米 ISM 非製造景気指数12月、オーストラリアの CPI、ユーロ景況感指数、米 ADP 購入者数、1月9日に FOMC 議事録などが控えております。他各所の見解ではですね、金とビットコインはポートフォリオの重要構成要素であるとか、ビットコインの目標価格は20万ドル、ステーブル AI の今後に注目とか、あとは2025年は暗号通貨が主流になるというですね、JP モルガン、バーンスタイン、アニモカブランズらの見解が注目されています。そしてオンラインチャン企画ですね、先週末の私の予想では、今週から1月10日の米雇用統計まで米指標並んでいて警戒されるけども、休日中に上がってワンチャン10万ドル突破、米市場解除後に下がるにしてもリードを保つんじゃないかということで、1月7日 AM6 時点のビットコインは先週末の 97,890 ドルよりも上という予想でした。結果としてはトランプ氏の関税関連で一文字買ってですね、米指標も予想以下という結果でしたけども、米株ビットコインは続伸となりまして、そして判定時刻の1月7日 AM6 時点のビットコインは 102,126 ドルということで、先週末の 97,890 ドルよりも上なんで当たりです。自信なかったけど当たりました。3連勝ですね。はい、続いて明日の予想ですね。10万ドル突破してて米指標も並んでるんで、また調整入りそうな気もするんですけど、指標よりもトランプ氏の就任式の方に目がいってるような気もするんで、今週はまだ強気が優勢と見て上にします。なので1月8日 AM6 時点のビットコインは現在の 101,984 ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては明日1月8日0時に米ジョル月人決数、米 ISM 非製造業景気指数が控えております。
それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3690ドル、BTC 建ては 0.0362 と、先物の方では OI は全体でプラス 17.25%、額としては312億ドル相当、こちらも大きく増加しています。比率としては全体ではロングが 50.07%、バイナスミはロングが 73.9% と若干上入りになっています。イーサ関連の話題では、ビタリックのアドレスがミーも USDC やイーサに換金しているのが観測されています。これも慈善団体に寄付するための資金と見られてますね。ビットコインと同様に先物 OI の増加が目立ちます。ただ ETF はまだ弱い状況ですね。ドル建てでは上がってますけども、ビットコインが強い分、BTC 建てでは先週末よりも若干下がっている展開です。他のアルトも一部のもの以外はですね、ビットコインについてこれてないんで、イーサが特別弱いわけではないんですけど、強くなる要素がまだないのかなと思います。こちらも明日0時以降ですね、どのように動くのか注目ですね。あとその他の動向では、まず米国方面では FRB のマイケル・バー氏が銀行監督担当副議長の辞任を発表しています。2月末で退任、FRB 理事としては残るとされています。で、このマイケル・バー氏は以前からステーブルコインの規制を求めてたんで、その人物が退くということで、仮想通貨業界としては少し明るい話題とされています。後任が仮想通貨派になるのか注目ですね。あとはコインベースが欧州の証券会社バックスのキプロス支社を買収、欧州の MIFID2 ライセンスを取得したことで、欧州でのデリバティブ商品提供が可能になったと報道されています。あとコインベース関連の動きでは、L2 のベースチェーン上に自社の株、コインの導入を検討していると、米国市民向けに提供すると発表されています。EU、米国方面でのサービス拡大が進んでますね。あとはリップルの CEO ガーリングハウス氏が現在出している求人の 75% は米国拠点であると語ったことが取り上げられています。これもトランプ政権誕生と SEC 訴訟の進展後、リップルの米国内での動きが変わってきたように見えますね。あとその他の国ではカナダのトルドー首相が首相と党首の辞任を発表しています。このトルドー首相は約10年間カナダの首相を務めてきたんですけども、仮想通貨を推進する人ではなかったんで、仮想通貨コミュニティからも批判されるような人でした。ただ今回このトルドー首相が辞任することで後任が注目されてまして、どうやらピエール・ポイレーブル氏が有力そうだと。で、このピエール氏はトランプ派からの支持も得ている議員ということで、今後米国のトランプ氏と連携を取ってカナダでも仮想通貨推進が強まるんじゃないかと界隈では期待されているようです。私個人的なイメージではカナダはですね、仮想通貨系の投資商品はあるけど人気がそんなにないイメージなんですね。で、さっきの ETP の年間フローを見てもカナダは流出が一番多くて最下位なんですね。この辺が首相交代でカナダからの流入が増えるのか注目ですね。あと他では韓国のチェジュ島が観光客誘致のために NFT の発行を発表しています。 NFT 所持者には旅行観光時に割引が受けられる予定とされています。最近珍しくなった NFT の利用ですけども、こちらのその後にも注目ですね。あと他ではビットコイン所有者と間違えられた男性が誘拐拷問未遂にあったことが報道されてます。男性は実際はビットコインを持ってなかったそうなんですけども、250万ドル相当のビットコインを持ってると疑われて複数の人物から誘拐未遂にあったと。逮捕されたグループは銃を所持していて、被害者の男性曰くですね、拷問器具も所持していたということで組織犯罪の可能性があるとされてるんですけども、犯罪歴のない容疑者は自宅軟禁ですでに釈放されているとのことで、現在でも警戒されています。普通に釈放されてるのやばい。カナダでの出来事らしいですけど、日本でも闇バイト流行ってるんで外出時は注意しないといけないですね。あとアルト関連では L2 の失墜が話題になってます。グラフは各カテゴリーの指数なんですけど、 L1、ミーム、DeFi、AI がそれぞれ2024年1月からプラスになっているのに対して、一番下の水色のグラフ L2 だけが2024年1月の水準を下回ってマイナス推移になってしまっていると。 L2 が元気ないのは何回か取り上げた記憶ありますけども、2025年になってもまだ回復できてないようですね。それと比べて DeFi は手数料収益で2021年の水準を上回ったことが話題になってます。各カテゴリーそれぞれ浮き沈みあると思いますけども、今年新たな流行が生まれるのか注目ですね。あとは X の方でも結構拡散されてたファントムのエアドロ活動ですけども、ファントムがエアドロを否定してます。これね、ウォレットを作ってフォローされてる人数でエアドロ数が決まるんじゃないかという憶測が広まってですね、みんな友達作りに励んでましたけども、ファントムはですね、
トークンを発行する予定はないと X に投稿してます。そう簡単にお金は降ってきますよね。あとその他資金調達関連では、ビットコインウォレットアクア開発のジャン3が500万ドル調達、ゲーム系 L2 の ZK キャンディが400万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこの特化ですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。